ロシア政府がいくら国民向けに全然問題ない大丈夫だと言い続けたとしても、実際のところウクライナ軍による攻撃はロシア国内で明らかに大きな影響を与えています。被害の状況が多くの人々に伝わることによって兵士はなかなか集まらない。ウクライナ軍の戦略爆撃は石油関連や天然ガス関連の施設を攻撃し続け、軍需産業に対する守りも不十分。こんな状況を見て、経済界も弱体化し続けています。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。日々行われるウクライナ軍による反撃は、前線地域においてはあまり大きな動きは目立ってはいませんが、後方地域においては、ウクライナ軍の遠距離攻撃がロシア全体に対する凄まじい揺さぶりをかけています。こうした動きは一つ一つのニュースとしては日本では注目されません。しかし、戦争全体の流れを決める大きな動きの中で積み重ねられることであり、決して見逃してはいけないでしょう。というわけで今回取り上げる主な話題は4つ。まず第一に、ロシア軍の足元で起こっている兵士不足の問題。そして2つ目は、今日も行われた石油関連施設への攻撃。そして3つ目は、ロシア軍を支える爆薬製造に関わる軍需産業への攻撃。そして第4は経済界の反応について押さえておきましょう。いずれもロシア政府がいくら大丈夫だと言っても、明らかに悪い現象は様々なところで発生しています。最初に取り上げるロシア弱体化の現象、兵士不足について取り上げます。ウクライナ軍は毎日のように戦果報告を行っています。戦車を何両倒した、兵士をどれだけ殺傷したかといった数値などが発表されています。亡くなった人数については基本的には概算になりますが、戦車やトラックなど映像証拠などを元にして、非常に積み重なった数値であり、それらは全体の傾向を把握するのに役立っています。おおむね現在のところ1ヶ月あたりでロシア軍兵士3万人から3万5千人が負傷しており、その中でもおおむね 50% 以上が亡くなっていると言われています。これは通常ではありえない数値です。現在の戦場において多くの兵士たちの命を奪っているのは小型ドローンです。現在の新しい狙撃のスタイルで兵士たちを一人一人爆破していきます。以前であれば砲弾のように近くで爆発し、それによって複数人が負傷するといったところから、実際には野戦病院に運び込まれていけば、負傷者の方が多くて亡くなった人の方が数が少ないという比率になります。それが現在ではドローンが直接的に誰かを狙うといった形で爆発しますから、死傷者の数は現在は亡くなった人の割合の方が高くなっています。そして今、ロシア国内で起こっているのは、兵士を集める取り組みがかなり停滞しつつあります。以前であれば、一時金を高く積み上げ、そして月給も高いですよというのをアピールすれば、地方の貧しい人たちを中心として非常に多くの人たちが徴兵事務所の門を叩きました。ところが、そうした人たちもいよいよ数が減ってきたのか、前年同月比で 30% 程度の人たちしか軍に入らなくなる状況に陥っています。しかもそうした人たちの中にも問題を抱えている人が多くなっています。ロシアの軍事ブロガーらは前線における新兵の質がどんどんと悪化していることを報告しています。以前であれば荒くれ者であったとしても、たとえ重犯罪者であったとしても、肉体的にはまともな人が多かったという話があります。中には麻薬漬けだけれども、その狂った分だけ突撃兵として優秀という、ちょっと恐ろしい話などもあったわけですが、現在では高齢者、慢性疾患を抱えている人、精神障害者、ホームレスといった人なども軍へとどんどんと入ってきているような状態で、これは徴兵事務所がもう人数さえ揃えれば全く問題ないとして、健康状態や心身の状態などについてチェックしていない可能性があると指摘されています。そのような状態ですらも、前年同月比で 30% 程度しか人が集まっていないわけですから、前線の状況はさらに悲惨なことになっています。本格的な侵攻を開始した当時、ロシア軍はある程度の負傷者数といったものを考えた上で、軍隊の増強計画を立てていました。2026年までに17個旅団を新たに新設し、それをもってロシア軍はさらに強大なものになるというような計画でした。ところが実際には、入ってきた兵士たちを人海戦術で次々と前線送りにすることによって、多くの兵士たちが死傷しました。イギリス国防省が発表している数値で言うと、おおむね150万人以上が死傷しているというような状態で、実際に亡くなった人の数については、
最悪の数値で言えば50万人程度が亡くなり、最低のラインであっても35から40万人程度は亡くなったとされています。そのため、当初計画では17個旅団を新たに作り、多くの部隊を持ってウクライナを圧倒しようとしたロシア軍ですが、計画倒れ、実際に増えた旅団は5つにとどまっています。しかも、すでにある部隊に関しては、兵士たちが次々と負傷して前線から離れるわけですが、補充が間に合わないというような状況がもはや慢性化しています。充足率はおおよそ30から 40% 程度で、本来であれば倍の人数がいてもおかしくない部隊が実際にはその半分で運用されているという事態に陥っています。ロシア軍の戦闘能力は明らかに以前よりは弱体化が進んでいるわけです。次に、ウクライナの行っている戦略爆撃について最新情報にアップデートしていきましょう。今回入ってきた報道では、3カ所に対する攻撃が主な攻撃目標でした。まず第1に石油関連施設、第2に軍需産業、そして第3に軍の関連施設です。ロシアの首都モスクワの近く、ニジニ・ノブドローロ州の石油関連施設に対する攻撃が実施されました。攻撃を受けた施設は、ロシアの石油関連大手ルクオイル社の製油所で、この製油所は生成能力でロシア第4位、ガソリン生産量ではロシア国内第2位だと報じられている非常に重要な施設です。今回を攻撃を受けたのは施設全体ではなく、生成能力を持った中核施設が攻撃を受けました。おおむね今回の被害では、施設全体の 25% の生成能力が失われたと見られています。もちろんこの後ウクライナ軍は追撃をしたいでしょうが、直そうとしているところにさらに追撃をかけるといったことも十分あり得ます。1回の攻撃で完全に粉砕する能力がつくのはもうちょっと先のこととなるでしょう。どちらにしても、つい先日、モスクワ製油所に対する攻撃を行って、2026年中の稼働が断念され、モスクワや首都圏に対する石油供給能力は30から 40% が失われたところです。そこに来て、近隣の石油関連施設が今回も攻撃を受けたわけなので、追い打ちとしてはまあ十分でしょう。そして次にウクライナ軍が攻撃したのは、ロシア軍を支える軍需関連物資を生産する工場、首都モスクワの近くトゥーラ州のノボモスコフスクです。記事によると攻撃を受けたのはアゾト化学工場。こちらの工場はロシア最大級の化学工業企業の一つで、アンモニア、尿素、その他の化学製品を含む窒素肥料の製造を専門としている会社です。こうした窒素肥料というのは、そのまま農業関連の話だけではなく、そこから転じて爆薬の原料などにもなります。こうした化学プラントといったものは一回攻撃を受けて破損すると修復には非常に多くの時間がかかります。損傷を直すだけではなく、その後の試運転といったものも非常に調整が必要であり、生産を従来通りの水準まで戻すには時間がかかるものです。そうやっている間にも再び攻撃はやってくる可能性もあるわけで、こうした攻撃といったものを繰り返すことそれ自体がロシアの弱体化を図るための一手だというわけです。そして今回報告された攻撃箇所、3つ目はクリミア半島の東部ロシア本国の近く、ケルチの造船所です。ウクライナ軍の報告によると、クリミア大橋の近くということもあって、ロシア軍のエース級の対空兵器である S400 が守るこの地域において、ウクライナ軍がドローン攻撃を実施。最初に攻撃を行ったのは、主目標ではなく、最初に対空兵器 S400 を直接的に狙った攻撃を行ったとのことです。本来、S400 は対空兵器であり、ドローンに対しても有効です。ところが、主には戦闘機やヘリコプターといった大型の飛行物体に対する調整をなされていたのか、ウクライナ軍の大型ドローンに対しては防御ができていませんでした。ウクライナ軍は2機の S400 ミサイルについてこれを無効化したと発表しています。その後攻撃が実施され、防空体制の穴をついたところで、造船所の船を3隻攻撃したとのことです。攻撃を行った船は2隻が軍事支援船で、もう1隻がフェリーだそうです。フェリーに関しては、このクリミア大橋関連の周りで、車両や物資などを運ぶために使われている航路があり、この航路に就航する前にフェリーを破壊したとのことです。物資を運ぶためにも、人を運ぶためにも使われていたものを粉砕することによって、大きなダメージとなります。そして攻撃した2隻の軍事支援船については、これは即戦力ではないものの、関連の船としては破壊する意義があります。
1隻あたり150億円から300億円程度のかかるこうした軍事用の支援船については、建造から引き渡しまでは非常に長い年月がかかりますし、また途中で攻撃を受けて船体に歪みなどが発生すれば、修復は非常に困難なこととなります。時間もお金も非常に多くのものが投入されるわけなので、ロシアの軍事予算を少しでも削っておきたいウクライナにしてみれば、こうした費用対効果の高い目標といったものを攻撃することは、非常に意義が大きいわけです。というわけで今回ウクライナ軍が行った攻撃は、どれも非常に理にかなったものでした。石油関連施設に対する攻撃を行ったのは、ロシアの国家収入の柱を叩き折ることに役立ちますし、また、ロシア国内の燃料危機といったものは、ロシア経済そのものに対する大きなブレーキとなります。そして、爆薬の原料を作っている工場を攻撃したことは当然のようにロシア軍の弾薬の調達困難を生み出すものです。3つ目の船の攻撃に関しては、ロシアの国家予算の中からどんどんと軍事関連予算といったものを削り取って、侵略攻撃に使えるものを失わせることに意義があります。しかも、攻撃先をあちこちに散らばらせるといったこともまた重要です。ロシアとしては非常に広い国土全体を守るとすれば、天文学的な学と人員を配置しなければなりません。手薄なところを狙って、それが常に費用対効果が高いのであれば、ウクライナにとっては攻撃し続けることによって、直接的な被害を与えることもできるし、また防御を固めるためのコスト負担といったものも、ロシアにとってはどんどんと継続的に積み重なっていくこととなります。ロシア軍は侵略することに関してはこれまで十分なお金をかけてきたわけですが、守りに関してはまだまだ不十分です。その不十分なところに対する攻撃を行うこと、それ自体がロシア軍の攻撃一辺倒の予算掛けといったものを打破し、結局のところウクライナの防御体制といったものを固めることにもつながっていきます。では、このようにして様々なところに攻撃が来る状況といったものを見て、経済はどのように反応しているのでしょうか。まず第一に直接的に工場が破壊されましたよなんていう話は、どう考えたところで企業活動にマイナスになります。工場が停止しました。直すためのお金が必要です。当然、決算見通しなども悪くなります。株価にはマイナスであることは間違いありません。また、燃料危機そのものも、業種問わずありとあらゆるところに悪い影響を与えるものです。物を運ぶにもコストが上がるわけですから、どんな企業であってもほとんど影響を受けます。そのため、ロシアの株価指標は全体的に不調です。世界的に見た場合において現在、株式市場で言えば AI や半導体関連株などの高騰といったものが見られるわけですが、ロシアはそうした意味で世界経済からは明らかに取り残された世界です。従来、プーチン政権は軍需産業に対する多大なお金を投入することによって多くのものを生産し、それをどんどんと破壊されてしまうという大量消費社会といったものを生み出しました。しかしこうした軍事経済といったものは民間経済の発展といったものを妨げるものです。何しろ国家予算の30から 40% 近くまで軍事予算を引き上げる代わりに民間経済に流れるお金といったものを大幅に減らしています。公共工事が減らされるといったような直接的なものだけではなく、企業に対しても増税するし、個人に対しても増税する、公共料金は値上げする。ありとあらゆるところで絞り取ろうという政策が発動されることによって、個人消費も伸び悩むし、個人の財産についてもどんどんと削り取られていく。インフレについてはまだまだ悪化の傾向を示しており、今後のロシア経済が厳しくなることは、それこそロシアの中央銀行なども予測していることです。つまり、プーチン大統領以外の周りの人たちは、このままだと状況が悪くなりますよということは、ロシア国内ですら情報発信しているわけです。プーチン大統領にしてみれば、そんなものはどうでもいいとして戦争を続けているわけですが、彼の行動そのものがロシアの未来を暗くしているのは明らかでしょう。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。また、私が見落としている情報などがあれば、ぜひともコメントに書き込んでいってください。そういった情報などについては後で見直しを行って、私自身も次の動画の話の種にすることがあります。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録、そして通知ボタンの設定などもよろしくお願いします。現在の YouTube の使用などにおいては、チャンネル登録をしているにもかかわらず、最新の動画としてなぜか把握することができないなんていうことになることが非常に多くなっています。
ですから自分自身でもブックマークのリスト化を行って定期的に見てもらえると嬉しいです。またこのチャンネルの動画は私の感覚から言えばもっともっと多くの人たちに知ってもらいたいなと思えるものです。誰かにも推薦してもらえると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。